四谷三丁目で古着の卸をしてますセカンドハンドの松田と申します。今日はよろしくお願いします。古着の卸っていうのは古着を営まれている業者さん、お店さんが、仕入れに来る場所、問屋、ざっくり言うと古着屋さんが古着を買いに行く場所っていうところですかね。卸は仕入れが命なんで、お店さんよりやっぱり長期で行ったり、もともとワーキングホリデーでカナダに長く住んでたのもありますけど、海外で仕入れしてる時が一番楽しいですかね。うちレディースの小売りもネイチャーっていう名前でやらせていただいてるんですけど、普段その一般のお客さんとは接しない中で、実はイベントがあって、その時は一般の方が見ることができる日程になります。今年でいうと7月最後の週末の土日、こう一般開放っていうものを始めてみたら、やっぱり意外と普通の古着屋さんよりは整頓されてないようなこういう場所にもやっぱ一般の方って来たいんだなっていうのがすごい知れたなとは思いますね。はい、こちらになります。中がこんな風になってます。見ての通りと言いますか、アイテムごとに大まかには商品分けてまして、例えばここがスウェット類ですかね。で、こっちの方にはなるべく季節に近いもの、例えばシャツだとか半シャツ T シャツっていう形で並んでますね。こんな感じで普通業者さん来られると自らこう移動させていただいてこう見てもらうような感じになっています。で気になるものがあればこうかけて置いてもらうと。で最後にお値段のやり取りするっていうような流れですかね。これとかちょっとオールドギャップで白とか割と好まれるかなっていう。今欲しがられるのはやっぱり季節に沿った素材のもの、リネンだとかレーヨンだとかそういったところですかね。ここはゲームシャツとかポロシャツ置いてます。こういった野球のユニフォーム系とかバスケのユニフォームとか、正直メジャーリーグとか NBA とかそういったものの需要がやっぱり高いですかね。海外からの古着の仕入れ方でいろいろあって、卸業者は結構基本的にその工場ラグって言われるところで仕入れてる場合が多いですね。そこはもう本当にいわゆる工場もなんか体育館ぐらい広い工場に古着がもう雑多にバーッと置いてあって、そこの中に入り込んで一点一点ピックするっていうスタイルがうちは多いですかね。次これ今旬の T シャツですね。T シャツがやっぱり一番かかるんです。150、200近くいくかもしれないですね。T シャツが一番うちの商品の年代間に近くて、80年代から2000年初頭ぐらいのものを中心に仕入れてるような感じですね。僕はやっぱこういう白ボディで、90年代頃のフルーツタグがついて、これは宇宙物ですね。ケネディスペースセンター。カナダがメインではあるんですけど、アメリカからも仕入れています。で続いてこちらがこの壁伝いにある今4ラックがレディースのラックになります。で2ラックパンツがありまして、でこちらにロンティーとか、トラックジャケットがあって、こっちはナイロン、後ろミリタリーで奥がユーロ商材って感じですね。ですね、数千点、5000点はないと思いますけど、だいたい1ヶ月の仕入れ量がそれくらいあると思うんで、3、4000ってイメージですかね。大学卒業して最初いわゆる新品のショップ店員をやってたんですけども、そこがちょっと運悪くというか1年そこそこで閉店っていう流れになって、でも洋服の仕事したいし、ただどうしようっていろいろ悩んでる時にワーキングホリデーっていう制度を知って、海外で洋服と英語を学べたらなという思いで
ワーホリを使ってカナダに飛んだんですけども、そこでまあ洋服の仕事いろいろ探してる中で現地で古着を集める仕事、いわゆるピッカーっていうんですけど、どんどん古着にのめり込んでいったっていうのがまず最初で、そこで働いてた会社が古着の卸をやってて、そこで4年くらいやった後にここを立ち上げたんですけど、とにかく洋服の仕事に就ければいいぐらいのことでいろいろ探してアプライしてた感じなんですけど、もうその大学を出る時に結構就職活動とかにも壁にぶち当たって、本当に自分は何が好きなんだろうっていうのをそこで深く見つめ直した時に、一番今好きなのは洋服だなって思って、洋服で食べていくっていうのを一旦その大学終わりくらいの時に自分の中で決めたんで、そんな感じで20年くらいやってきた感じですかね。こちらですか。701WX っていうリーバイスのモデルになりますね。701WX はもう501のレディースバージョンっていう感じですね。で、有名な話が50年代頃にかのマリリン・モンローが履いていたと言われてるジーパンで、1937年から41年に作られたであろうというモデルになりますね。特徴的なのはやっぱりここにシンチバッグがついてると。これ多分戦後になるともうここがなくなってると思うんですけど、そこが大きな特徴かなっていう感じですね。言い出したらキリのないあれ、これ何年まであるか分かんないですけど、ここのアーケードステッチが交差しないとか、こんな感じですね。ここですね。ここが交差しないとか。これ確か50年何年までだったと思います。はい。僕はその20後半の時に卸の会社勤め始めた時に会社で売れ残ってて、で先輩方から「松田これ買えよ」みたいになって、勢いで買っちゃったっていう感じなんですけど、当時15年以上前ですけど10万円ぐらいだったと思うんですけど、今100万ぐらいするってなってちょっとびっくりしてますけど。もうちょっと何十万とかするものってなかなか着ようっていうのはちょっとなくなりましたかね。大衆が気軽に着こなせるものっていうのが僕の思う古着なので、もうザ・ヴィンテージとかコレクタブルなアイテムになってくるとちょっとやっぱそこから大きくずれるなっていうところがあって、元を正せば僕はもっと気軽に着れるものが古着かなとは思うんで、自分がいいなと思ったものを着て楽しんでもらえたら僕はこの仕事しててよかったなって思いますけど。